今回はきな粉と豆腐を使ってふわふわで最高に美味しい簡単おやつを作りたいと思います。小麦粉や油、乳製品を使わずヘルシーな材料で作るおやつです。では早速作っていきましょう。まずはお豆腐を1丁の半分 150g をボウルに入れて混ぜます。木綿豆腐では滑らかにならないので絹豆腐を使ってください。ダマがなくなって完全に滑らかになるまで混ぜます。クリーム状になったら OK です。卵1個と蜂蜜を大さじ1強入れます。お好みの甘味料で代用していただいても大丈夫です。しっかり混ぜていきましょう。今回の主役、きな粉です。砂糖などの入っていない 100% 大豆が原料のきな粉を使っています。きな粉は大豆 100% なだけあり、食物由来のタンパク質が豊富に含まれています。またきな粉に含まれる大豆サポニンはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用があるため、動脈硬化の予防だったり中性脂肪の蓄積を抑える効果があると言われています。さらにきな粉には大豆オリゴ糖や食物繊維、マグネシウムも豊富なので、お腹の調子を整えるのに最強の食材なんです。きな粉 30g、米粉 30g、ベーキングパウダー 5g を入れます。本当は粉物なしのきな粉 100% で作りたかったんですが、そうするときな粉が少し強すぎる感じがしましたので、30g くらいがちょうどいいかなと思います。ここで一度味見をします。蜂蜜大さじ1ときな粉の甘みだけなので甘さは控えめです。使う甘味料によっても若干甘みが変わる場合があるので、甘さが足りなかったらお好みで足してくださいね。型にクッキングシートを敷きます。型に使っているのは耐熱の保存容器。13センチ ×13 センチ、500ミリの大きさのものを使っています。こんな感じにシートをカットしました。出来上がりの見栄えを良くするためだけなので、シートは切らずにくしゃっと敷くだけでも大丈夫です。お好きなカップに小分けにして入れるのもいいと思います。生地を流し入れたらトントンして空気を抜きます。鍋やフライパンにお湯を沸かしたら布巾などを底に敷きます。鍋底に布巾を敷くと火の当たりを柔らかくしてくれます。型を入れるときはやけどに注意しましょう。蒸しパンに水滴が垂れないように鍋蓋にさらしなどを巻いておきましょう。あとはブクブク沸騰している状態を維持したまま中火で13分蒸します。鍋の水が少ないと蒸発して空炊き状態になってしまうので、8分くらい経った時に水がなくなっていないか確認してあげてください。13分経ったらこんな感じになりました。
爪楊枝を刺して中まで火が通っているか確認しましょう。爪楊枝に生地がつかなかったら OK です。まだ生地がついていたら追加で2分ほど蒸してくださいね。熱くて食べられないので粗熱が取れるまで冷まします。蓋をしたりラップをかけたりして乾燥しないようにしてください。大きめの鍋がない方や手間を省きたい方向けにレンジバージョンもご紹介します。最後には蒸した方とどちらが美味しいか食べ比べもしたいと思います。生地が膨らむのでふんわりラップをします。あとは600ワットで3分加熱するだけ。やけどに注意しながらラップを取り、爪楊枝を刺して中まで加熱されているか確認します。生地がついていたら追加で30秒加熱してください。熱いと生地が柔らかいので粗熱が取れてから型から外したいと思います。粗熱が取れました。こちらは鍋で蒸した方です。こちらがレンジで加熱したもの。せっかく2種類作ったのでどちらが美味しいか比較してみます。鍋で蒸した方が表面がつるんとしていますね。今回は牛乳や豆乳などの水分を使わずにお豆腐の水分で作っているのでむっちりふかふかな食べ応えのある蒸しパンになっています。厚みがあって美味しそうです。蒸した時の水蒸気も程よく含まれていてしっとり感もあります。こちらはレンジで加熱した蒸しパン。蒸した方と比べると若干ずっしりした印象です。総合的な出来栄えとしては鍋で蒸した方に軍配が上がります。しっとりふわふわで個人的に好きな食感。甘さも控えめで食べやすいです。レンジバージョンは簡単で加熱時間も短いというメリットがあります。しかし美味しさ的には蒸して作る方をおすすめします。市販の蒸しパンのように油が入っていないので喉に詰まらせないよう飲み物と一緒に召し上がってください。保存期間は冷蔵庫で5日ほどですが冷やすと若干乾燥してパサつきます。冷蔵庫で保管すればするほどパサついてくるので作ってから2日以内に食べないのであれば冷凍庫で保管されることをお勧めします。冷凍した蒸しパンは2週間ほどで食べきるようにしてください。自然解凍後また蒸し直すか600ワットのレンジで1分加熱すればしっとり感が復活します。またはパサついた蒸しパンを薄くスライスしトースターで焼き色がつくまで焼くと蒸しパンラスクに変身します。あえてカリカリにすることで蒸しパンとは違う美味しさが楽しめますよ。焼いたことで少し甘さが感じにくくなるのであんこなどと合わせても美味しいと思います。砂糖不使用で作るあんこの作り方は過去にいくつかご紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしければぜひご覧くださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。